どうも、ともです。今回は覇気について考察します。まずはこの画像を見てください。光月おでんが白ひげ海賊団の一員として旅をしている時のものですが、なぜかおでんだけが氷漬けになったり、おでんだけが燃えたりしています。ワンピースはこういうギャグ要素にこそ重要なヒントが仕込まれていますよね。おでんだけが得意体質だったからでしょうか。僕はそうは思いません。おでんは釜茹での刑を受けた時、常人であればあっという間に焼け死ぬ熱でも1時間も燃えませんでした。ではなぜおでんだけが凍りつき、燃え、釜茹でに耐えられたのか。一つだけおでんと他との違いを挙げるとするなら、おでんが人並み外れた量の覇気の持ち主だったということです。おでんはゾロが命取りと考える量の覇気を閻魔からだけではなく、雨の幅切りからも放出し続けて楽々と戦える男でした。この桁外れな量の覇気を有するおでんにだけ起こることが、覇気の考察をするヒントになると思います。ではもったいぶらずに僕が考える結論を言います。覇気とは想像を具現化するための精神エネルギーだと思います。抽象的な概念であり伝わりにくいと思うので、この結論に至ったヒントの場面を紹介していきます。覇気に関して説明をしてくれたレイリーは、覇気とは全世界の全ての人間に潜在する力だ。気配、気合、威圧、それら人として当たり前の感覚と何ら違いはない。疑わないこと、それが強さだと言っています。これはつまり覇気の強さとは実現すると疑わないこと、思い込みの強さだと考えました。作中で一番初めに思い込みが強さになることが描かれたのはシロップ村です。ジャンゴが手下に催眠術をかけていた時に、ナミは思い込みで強くなろうとしてんのばっかみたいと言っていましたが、結果は下っ端が崖をえぐるほどのパワーを得ていました。現実の世界では催眠にかかったからといってここまでのパワーアップはしませんし、崖に打ちつけた腕の方が砕けるでしょう。これを可能にしているのは覇気という特殊な概念が存在する世界だからと言えます。催眠にかかったことで自分は強くなったと思い込み、自分が崖を素手で壊すことができることを 100% 疑わなかったから覇気の力がそれを可能にしたのだと思います。この考え方は後期たこ焼き大阪さんの悪魔の実の考察を参考にさせてもらいました。後期たこ焼き大阪さんの場合は覇気ではなく悪魔の実の話ですが、悪魔の実の能力は悪魔の実から得られる知識×本人の想像力で決まる。強く思い込むことが能力の強さだと考察されています。アルビダがすべすべの実を食べたことで美貌まで手に入れられたのは、自分のことを世界一美しいと本気で思い込んでいたからという説明が特に好きです。この悪魔の実の考え方と覇気がどう関係してくるのかというと、僕が考える悪魔の実の定義とは、食べることで想像の妨げになるフィルターを一つ外し、その能力に必要な覇気を引き出してくれる実だと僕は考えます。ですから悪魔の実の能力の動力は覇気ということになります。ルフィが覇気を使えるようになったのはレイリーとの修行からだと考えるのが普通だと思いますが、修行の前と後で変わっていないことがあります。ルフィはギアサード、ギアフォース、ギアフィフスのように能力を使いすぎた後には覇気が使えなくなっているんです。これは覇気の修行をする前の NS ロビーでも同じです。悪魔の実の能力の動力が覇気でなければ覇気が使えなくなる説明がつきませんよね。悪魔の実の能力の動力は覇気として話を進めます。次は想像の妨げになるフィルターを一つ外すとはどういうことかをお話しします。僕は先ほど覇気の強さとは想像を具現化する力の強さだと言いました。極端な言い方をすれば 100% 疑うことなく想像できることは、強い覇気があれば実現できるということです。物理学者ウィリー・ガロンの人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実であるという言葉の通りです。小田先生も作者コメントのところに、この世は思った通りになるのだそうで、思った通りにならないよと思っている人が思った通りにならなかった場合、思った通りになっているのでやっぱりそれは思った通りになっているのだそうで、というめちゃくちゃな意味深な言葉を書いてくれています。こういうことを言うと、そんなの何でもありじゃんという声が聞こえてきそうですが、そうでもないんです。自分はゴムだから引っ張られたら腕がビヨーンと伸びるとか、自分は鳥だから翼を出して空を飛ぶことができるなどと 100% 疑わずに想像できるでしょうか。結局のところ、人は経験に裏打ちされたことや自分の身体的な特徴に見合ったこと、自分に近いレベルの人がすでにできていることぐらいしか絶対にできるとは想像できないものです。結局はリアルに想像できる範囲は
現実にできることの延長でしかないと思います。悪魔の実はその前提となる自分のイメージを潜在意識または血統因子から変えてくれるのではないでしょうか。潜在意識から自分はゴムだと思い込めているから、経験をもとにゴムにできることの想像の範囲を広げていける。僕はそう思います。後期たこ焼き大阪さんの動画でも、ルフィが自分の経験をもとに技を増やしていっていると考察されています。悪魔の実の能力者が能力の幅を増やしていけるのは周知のことですので、次は覇気使いはどのように想像の範囲を広げていくのかを考えます。一般的にはアイサや桃之助や白星のようなギフテッドでもない限り、覇気は修行で身につけるもののようです。ルフィは覇気を使えるレイリーにイメージを伝えてもらい、修行してもらったことで覇気が使えるようになっています。覇気の種類が見聞色と武装色の2つに分けられている理由は、受動と能動では想像するイメージが逆だからではないでしょうか。相手の気配をより強く感じる力、つまり外からの情報を受け取る受動的な力が見聞色。体を鉄のように硬くしたり、竜王のように自らの意志で覇気を放出する能動的な力が武装色です。人にイメージを伝えるときにこの差は大きなものになりそうです。この考え方から行き着くところは、教える側がイメージできることしか教えることはできないということです。レイリーが武装色の例を挙げるときに、クジャの弓矢を見たことがあるかと言っていますが、まるでクジャといえば武装色を武器にまとわせる戦士と言っているかのようです。その逆に僕が感じたのは、レイリーと知り合っていたゴルゴン3姉妹の他には、クジャの戦士たちは見聞色の覇気を扱える者がいないのではというものでした。クジャの戦士の全員が見聞色の覇気を扱えるのであれば、他には誰もいないであろう森の中からルフィとマーガレットを探すことなど造作もないことだと思います。またその逆の見聞色の例としてレイリーは、空島スカイピアではこれをマントラと呼ぶと言っていますが、エネルを含む神官の誰も武装色の覇気を扱う者はいませんでした。アマゾンリリーと空島という外界との接触が極端に少ないところに、武装色と見聞色しか扱えない覇気使いを設定したことが、小田先生からの覇気についてのヒントなのだと思います。100% できるとイメージしたものを実現する力、それが僕の考える覇気の概念です。覇気の概念の話はここまでとして、ここからは語られていないけれどこれって覇気じゃないというものを紹介していこうと思います。麦わらの一味が覇気を扱えるようになったのって新世界に入ってからだというのが普通の考え方ですよね。僕はちょっと違うんじゃないかと思っています。限定的にですが、それ以前から覇気だと認識せずに扱っていると僕は思います。まずはサンジについて考えます。サンジのディアブルジャンプという技は初登場の時に右足が燃えていますよね。なんで序盤では右足しか燃やさなかったのか考えたことありますか？サンジは両足ともに蹴りを繰り出すわけですから、左足も燃やした方が断然強いですよね。ワノ国では両足ともに燃えています。ではなぜ右足だけだったのか。それは先ほどまでにお話した覇気の概念から考えると説明がつきます。覇気の能力も後期たこ焼き大阪さんの悪魔の実の能力の考察のように、経験をもとに想像力の幅が広がると考えるとどうでしょう。NS ロビーまでの間にあったサンジの足が燃える経験といえば、第55話燃える男パールさんに右足で2回蹴りを入れています。第146話チェスの火の矢で右足を燃やされています。右足が炎に触れる経験により、右足が燃えるイメージができたから思いついた技なのかもしれません。第370話ワンゼがラーメン拳法面切りファイヤースケートで摩擦で炎を出しています。サンジが回転して摩擦で足を燃やすイメージを得たのはここだと思います。次はゾロについて考えます。サンジがディアブルジャンプを初めて使った NS ロビーでゾロが繰り出した必殺技といえばキキ九刀流アシュラでしょう。注目は初めてアシュラを出した時、キキにはダブルコーテーションがついていないということです。キキの部分は技名ではないことを表しているのでしょうか。核は気迫でここまで幻を見せるかと言っているので、ゾロのキキは気迫だということになります。場面は変わってアマゾンリリーでは、ルフィが出した覇王色の覇気に対してサンダーソニアが巨大な覇気も制御できなかただの気迫と言っているので、覇気は気迫だということになります。A イコール B、B イコール C なら A イコール C 的な解釈になりますが、ゾロの危機とは覇気であったと考えます。ではゾロはどこでアシュラのイメージを手に入れたのか。これはおそらくですが、六刀流のタコのハッちゃんと対戦したことと
顔が3つあるのではないかと考察されることの多い黒ひげと出会ったことで、ゾロの中にアシュラのイメージが作られたのではないかと思います。前半の海でゾロに関する覇気ではないかと推測するものがもう一つあります。スリラーバーグで剣豪リュウマのゾンビと対戦した時、切り口が発火しましたよね。これも普通では考えられないので、ゾロの剣が燃えるイメージをそれ以前で探してみます。すると第126話で炎の中から現れたゾロは焼きおにぎりを放ち、燃える刀ってのも悪くねえと言っています。第253話では焼き石シチューを作るため刀で焼けた石を運ばされています。ここから燃える刀のイメージができたのかもしれません。ゾロもサンジも誰かに教わることなく限定的にですが自分で覇気を扱えたのだと思います。ウソップもドレスローザで自力で開眼してましたしね。そう考えるとちょっと気になるのがブルックの能力です。ブルックは幽体離脱をして偵察をしたり、剣技で敵を眠らせたり凍らせたりしています。一般的にはこれは読み読みのみの能力だと考えている人が多いと思います。でもこれ変なんですよ。読み読みのみとは蘇る、つまり復活人間というわけで、二度の人生を約束される何とも不思議な能力と言っており、生きてる間はただ金槌になるだけの読み読みの能力でしたと言ってるんです。ブルックは読み読みの能力は二度の人生を約束される能力だと思っているんです。幽体離脱や敵を凍らせたり眠らせたりするぐらいなら、スリラーバーグの時に扱えても何ら不思議ではない程度の能力です。これは音楽には力があると信じる音楽家のブルックが黄泉の国へ行った経験をもとにイメージを具現化したのではないかと僕は思います。次はミスゴールデンウィークのカラーズトラップ。これはクジャの弓矢のように絵の具に覇気をまとわせているなと思います。画家になりたいマリアンヌだからこそこれだけ色の持つ力を信じ込めるのかもしれません。マリアンヌつながりでベロベディの能力の話も少しします。ベロベディのモデルは自由の騎手マリアンヌであることは間違いないと思いますが、コブコブの実の能力ってまだ詳しくは語られていませんよね。僕はコブコブの実の能力はやる気を出したものを鼓舞することで、鼓舞されたものは己の力を信じることができ、覇気の力を引き出せる能力だと思います。つまりもともと覇気を扱えるものはパワーアップさせられないのではないかと考えます。レベリーには世界中の要人の警護のために海軍の戦力が集まっていました。そこにサボと軍隊長だけで乗り込んでいるのにベロベディを連れて行かなかった理由はこれしかないと思います。ここまではまああるかもねと感じてもらえたのではないでしょうか。ちょっと次のは極端なので可能性の話として聞いてください。僕はシャンクスは覇気の力で瞬間移動ができるのではないかと考えています。ワノ国編のラスト、島の外から緑牛に向け覇王色の覇気をシャンクスは飛ばしましたよね。この時の緑牛の対応に僕は大きな違和感を感じています。緑牛は何をそんなに恐れているのでしょうか。いくらシャンクスの覇気が強くても島の外から緑牛を倒せるなんてことはないと思います。だったら緑牛がシャンクスの言うことを聞かずワノ国に攻め入ったとしても、シャンクスたちは船を漕いに引かせて滝登りをし駆けつけなくてはなりません。緑牛ならその間にとりあえず攻め込むという選択肢もあっていいはずです。もし間に合わなければ能力でプロペラを出して飛んで逃げればいいだけのことです。ではなぜその選択を考えもしなかったのか。それはシャンクスならいきなり目の前に現れることができると知っていたからだと思います。そもそも赤髪海賊団の誰かが瞬間移動の能力者ではないかという考察はいろいろされていましたよね。第1話でどうやって海の中に突如現れることができたのか。頂上戦争の時も誰にも気づかれずに船ごと突如現れましたし、カイドウとの小競り合いはつい昨日のこと、その当人がもうここにと移動の速さを驚かれていました。以前はベン・ベックマンあたりが瞬間移動の能力者なのではないかと僕は考えていましたが、その後黒ひげ海賊団のバーン・オーガーがワプワプの実を食べたことが明らかになりました。似たような能力の実があると言ってしまえばそれまでですが、僕はこれを小田先生が覇気のヒントを出してくれたのだと解釈しました。シャンクスの覇王色の覇気はワノ国の中まで届いていましたよね。僕はここを通って移動できるのだと推測します。悪魔の実の能力でワプワプ以外にも超速移動する能力者いましたよね。キザルのヤタの鏡やマゼランのベノムロードも前もって通る道を作ってから高速移動します。シャンクスはこれを覇王色の覇気を使ってできるのではないでしょうか。実はルフィもこれを一度だけやっている可能性があります。パンクハザードでルフィがスマイリーズに捕まった時、全く足もつかない手も伸ばせない空中で
シーザーのガスタネットからなぜかルフィは逃れていましたよね。僕はこの時にルフィが瞬間移動したのではないかと考えています。というのもパンクハザードに上陸する直前、サニー号はホワイトストロームに巻き込まれており、ルフィがこの時、じゃああれは夢のワープゾーンと言っています。イメージはここで得たのかもしれません。ではなぜルフィはその後瞬間移動を使わないのか。おそらくルフィも無意識に起こったことで理解できていないのだと思います。ワノ国でも同じようなピンチでいきなり竜王を成功させ、首輪が取れた、ジジイ、何した俺、やったーと言っています。ルフィはアマゾンリリーでも頂上決戦でも意識することなく覇王色の覇気を扱っていました。兵五郎親分も窮地にこそ力は開花すると言っています。なぜか誰にも気づかれずに移動できるシャンクスの能力が覇気によるものではないかという可能性の話でした。覇気も本人の思い込み次第、そんな風に考えて最後におでんの釜茹でを振り返ってみます。おでんは釜茹でに決めた時間耐え切ったらと条件を出しています。誰もが無理だと考えていましたが、おでんだけは油の熱に耐え切ってみせるという強い思いを持っています。常人には想像もできませんが、持って生まれた強靭な肉体と覇気の強さからか、それが可能だという想像をしたのだと思います。そしてこれが覇気をまとっていたから耐えられたと考えられる描写があります。おでんは最後はカイドウに銃で撃たれて死ぬわけですが、これに違和感を持った人は少なくないのではと思います。おでんはカイドウに金棒で後頭部を殴られても死なない男です。カイドウの一撃が銃より劣るとは考えにくいので、釜茹でに1時間耐えたことでおでんの覇気が底をつき、防御力がなくなったのではないかと思います。その証拠といってはなんですが、赤座役人男を逃した後、おでんの体は燃えてしまっています。すべては想像を実現する覇気の力。そう考えてから初めのおでんの画像をもう一回見てください。おでんが感じたことのねえ寒さ、暑さに、こんなに寒かったら凍りついてしまうと思い込んだから凍りつき、こんなに暑かったら燃えてしまうと思い込んだから燃えたのではないかと思います。そんなバカなと感じるかもしれませんが、ワンピースの世界で強い覇気使いはみんな素直です。釜茹での時に町民のおでんを応援する声に、今更あいつら調子いいやつらめと怒る金右衛門たち、対してかたじけない頑張るぜと言っちゃう素直なおでん。素直だから色々騙されちゃうけども、ずば抜けた覇気の力を持っていたおでん。レイリーが覇気の特訓の時にルフィに言った君は資質が強いとは、おでんと同じく疑わない素直な性格のことを言っているのかもしれないですね。覇気の考察いかがでしたか？考え方の一つとして筋は通っていたんじゃないかと思います。次の動画ではカッパもしくはプルトンの手法について考えていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。